はっきりねちゃんと初めて。でもあれチョコ3つ入れた。後ろやった。お3つ入れたね。チョコ多い2つで3つ。いらん。これ何？それねいやね味がさ同じやつ。これ入れる。それが硬い配置入れる。あそうすっかり忘れた。あ、チョコや。ゆみちゃんほら見てや。何やねん。アホいいちゃう感じだか。アホちゃうか。なんでドラムが好きなんですか？いろんな音が鳴って体を動かせるのでかっこいいからです。やっぱりドラムじゃないと集中があんまりできない感じです。酒井響くん12歳。ドラムを叩くことが得意な小学6年生です。響くんは2歳の時、小児がんで両目を失いました。命を助けるには他に方法はない。医師から告げられた言葉はあまりに残酷でした。いや、私は最後まで嫌で仕方がなくて、もう取りたくなくて、すいません、泣いてしまいます罪悪感ばっかりでしたね。はい、すいません。決断はしてもやっぱりね、その後の人生に大きくねやっぱ関わってくることなので、こう本当にそれは正解なのかなっていうのをずーっとこう考えながら手術の日までずーっと悩み続けて。チョコかわいい。厳しい選択を迫られた両親。2歳で視力を失い、それまでとは違う人生を歩むことになった少年。見えない世界を生きる少年と家族の12年です。みーちゃんが思って違う。封していいよ。前にある。そこで封して。イエーイ、消えました。宿題は
夕食の前に済ませます。今日の宿題は分数の掛け算。算数は得意な科目です。いただきますもん言わんと。言ったね。ほんま？ドレッシングちょうだい。無理。300円。響くんは5人家族。父の健太郎さんと母の安子さん、そして2つ年上の姉宮城さん、3つ年下の妹梨咲ちゃんと暮らしています。かかってないよ。目は見えませんが、家の間取りを完全に把握しているので困ることはありません。見て。自分のお土プラプラしてる。修学旅行のお土産。自分用やろ。ですよ。おやすみ。ああ、全然眠たくないやろ。我は眠い。3歳の時から視覚支援学校に通うようになりました。毎日大阪市住吉区にある学校まで片道1時間ほどかけて送り迎えするのは母安子さんの役割です。いってらっしゃい。じゃあね。はい、頑張ってね。お願いします。視覚支援学校には3歳から職業を学ぶ60歳までおよそ90人が通っています。おはようございます。皆さんおはようございます。出席を取ります。山崎明成から。はい。お休みありません。次は先生の話です。はい。今日は時間は小学部に入ってから同級生はずっと同じ男の子一人。仲はいい方です。湖面、湖底、湖岸、湖沼、河口湖。全盲の児童への授業は基本的に点字で行われます。けれど言葉の意味をよく理解するには漢字の成り立ちを知ることが欠かせません。漢字の形は指で覚えます。なんかちょっと違う。くのいちなんですね。で、うかんむりにくのいちで、安、安いっていう字です。はい。安と、安いなんですけども、音訓わかります？安が音うんで、安いが日本。あ、そうですね。いが送り仮名です。はい。じゃあちょっと書いてみましょう。くでので1のところでここののの最初のところちょっと出る感じ。はい。はい。でここにひらがなのいが書いたら安い。いい。はい。両親が撮影した小学部の入学式です。この時はまだ点字を知りませんでした。社会正規です。よろしくお願いします。両親は同級生が多い地元の小学校に通わせるか迷いました。悩んだ末、視覚障害者に寄り添った教育を受けることが一番大切だと思い、今の学校を選ぶことに。やり直し、もう一回。目が見えないっていうことにははい。いつ気づいたの？物心ついた時からはもう分かってたと思います。目が見えなくて嫌になったことってない？今はまだないです。もっとちっちゃい時とかでもなかった？なかったですね。
ちょして。よいしょ。2006年9月、体重 3178g で生まれました。希望を響かせるような人生を歩んでほしい。響という名前には両親のそんな願いが込められています。それは1歳10ヶ月の時でした。視線が合わないことに気づき、病院で診察を受けると両目に小児がんが見つかったのです。いやもう初診で行ってもうすぐ摘出しますってまず言われました。もう第一声がほぼ。はい。なのでもう選択肢っていう余裕が本当にないぐらいの状態だったみたいで、でもこのまま私たちもすぐに取るっていう決断なんてもうもちろんできなかったので、まあ、何か治療をっていうことから抗がん剤治療が始まったっていうところでした。やっぱり日に日に泣くっていう時間帯とかも、機嫌が悪いという時間帯も増えていってましたし、でまあそれでもね、やっぱり望みを捨てたくなかったっていうのと、まあゼロとはやっぱ言わなかったんですね。主治医もその温存するっていう治療に関して。でゼロって言われるまでは温存治療をし続けようと思ってずっと治療を続けてたんですけど、やっぱそういう状況で。3ヶ月間の抗がん剤治療。けれど目立った効果はなく、2歳になってすぐ両目を取ることを決断します。いやもう嫌で仕方がなくて、いや私は最後まで納得もしてなかった。もう頭では分かってるんですけど最後まで嫌だったので、拒んでた面はありましたし、手術室に行く時もずっとこの子抱えながらママの顔忘れんといてやってずっと言いながら行って、で手術室の扉、閉まった時ももう号泣して、でその後2時間ぐらい手術あったんですけど、なんかもう何かの間違いでしたって言って、もう目が元通りになって戻ってけえへんかなとか、全然受け入れられなかったですね。で今は玄関のとこ背中にして、で大きな道までまず出ましょう。はい。視力を失って10年。小学6年生になり、自宅から近くの駅まで一人で歩く練習を始めました。10分ほどの距離です。これで止まりましょう。で音確認します。視覚支援学校の歩行訓練士による指導は月に2度ほど。白い杖を使い道路の段差、電柱の位置などを覚え、頭の中に自分だけの地図を描きます。通り過ぎちゃった2つ目の電柱が、これが2つ目の電柱、なのでここでもう鉄板見つけたら必ずずっと鉄板で路面と鉄板でずっとこの間ずっと行ってたら2
2つ目の電池見つから見つけてみて、鉄板右が鉄板、それですそれです、そしたら止まります。縦でどうぞ。で確認して OK やったら滑らせていきます。で当てます。当てて次はずっと左にずっと当てます。この日は3度目の練習。目標だった自宅から200メートルのところまで歩くことができました。つきました。お、上手つきました。どうでした？自分で言ってみて。ちょっと段差のところが難しかった。もう横断の途中では止まらないからね、落としても。はい。もう最後の鉄板まで探していっちゃいましょう。はい。6年生になって始めたことがもう一つあります。寄宿舎での生活です。週に2日、両親と離れ、一人でできることを増やす練習。靴下いいかな。どうしたらいいか。この上靴履くときに気持ち悪かったら履いたらいいと思う。ああ。服に水がこないいける？大丈夫？はい。何探してんの？寄宿舎では慣れない洗い物もしなくてはなりません。独り立ちの練習はまだ早いようにも思いますが、少しずつ覚えていくことが大切だと両親は考えています。結構これが気持ちいい。腕にくしゃってやった。寄宿舎生活を始めた頃は緊張のあまり喉が渇いても先生に言い出せず、夜もあまり眠れませんでした。けれど週に2日の寄宿舎生活を始めて2ヶ月、先生の力も借りながら随分要領をつかむのがうまくなりました。いずれはお母さんと離れないとダメだけど、はい、今心配なことってある？自分でご飯をどうするかとかがまだ心配です。一人での移動とか買い物とかがちょっと大変かなと思います。この日、病院に向かいました。小児がんの再発はしていないか、年に一度の検査です。1年ぶりやね。どうでしたこの1年間は。どうでした？特に変わりなく。特に変わりなく。何もなく。響くんの場合、小児がんの再発率は5年で 10% 以下と言われています。10年経った今、再発の可能性はまずありません。でも念のため毎年検査を受けています。
毎年来られる時っていうのはどんな気持ちで受診されるんですか？やっぱりなんかね、病院に来るとフラッシュバックすごいしますし、昔のこととかすごい思い出すので、いい思い出って言ったらそんなないんですけど、やっぱり目を取るってその言われた時の衝撃と、その手術で取った時の衝撃とかっていうのはやっぱりもうずっと残ってはいますね。あるの？あるよ消えないよ2歳から歩み始めた見えない世界。響くんだけでなく家族の生活も一変します。悩み抜いた末の決断とはいえ、両親は自らを責め続けました。はい、自分で踊ってます。ひびちゃん自分で踊ってるよ。自分で踊るって言って踊ってます。3、はい。手術を終えた後、体調はみるみるうちに回復します。けれど、突然視力を失ったことで、響くんは情緒が不安定になったそうです。もうね、本人もやっぱり突然真っ暗、全盲になってしまって、相当パニックにもなってたと思うんですけど、それを口に言葉にすることもできないので、とにかく泣いてばっかりで、私も24時間本当に目が離せなくなったので、ずっとつきっきりで、私一番大変だなと思ったのは睡眠に関してのことで、夜になったから電気消して寝ようねとかっていうことが通用しないので、そもそも寝るっていうことはどういうことなんやって、目をつぶっても開けてても同じ状態なので、目をつぶって寝るっていうことが本人の中でもいまいちよく分かっていなかったみたいなので、やっぱり寝てもいないし、こっちもでも日常の生活があるわけで、お姉ちゃんもいたし、普通の生活は毎日を送らないといけない。でも体もしんどい、精神的にもしんどい、先のことを思うと不安、もう気持ちのやり場がなくて、でも先のことの不安が一番やっぱり大きかったんだと思いますね。本人の精神状況もまだまだもう大変な時期だったので、一緒になって落ちていってましたね、気持ちも2人で母の安子さんと響くんは家の中にこもりがちになりました。やがてビデオを撮ることもなくなり、この時期の写真はほとんど残っていません。手術から半年ほどが過ぎ、両親の心に変化が芽生えます。それまで塞ぎ込んでいた両親は、努めて子供たちと外に出かけるようになりました。このままくよくよしていても仕方ない。響が夢中になれることを何か見つけてあげたい。そう考えるようになったのです。動物に触れ、虫の鳴き声を聞き、目は見えないけれど手の感触で、耳で、そして体を使ってさまざまなことを経験させました。そして3歳の時、ドラムと出会います。音に敏感になり、いろいろなものを叩いて音を楽しむ姿を見た両親が試してみると、どうやった？叩いてみて。すごい大きい音で楽しかったです。
まだ足が届かなかったのですごいなんかいろいろすごいたくさんの数のタイプがあるような気がしました。めきめきと上達し、自宅にドラムセットを買ってもらってからは練習を欠かしません。なんか音楽がすごく好きだったので、何か楽器をって思ってピアノを、小さいおもちゃのピアノを与えてみたりとか、いろんな本当に楽器を与えてみたんですけど、でももう一つやっぱり興味がなくて、そんなにそこに引き込まれるっていうこともなかったので、でドラムに出会って初めて大きい音でドラムを叩いてみた時のすごい本当に楽しそうにしてたので、私の中ではもうすぐにこれやって思いましたね。ドラムとの出会いは家族をも変化させました。あえて触れなかった話もできるようになったといいます。あ、これ会期祝いで行った旅行か、日々の。まだ毛がない頃。ずるむけやね、頭。いつまで記憶ある？遡ったら。わからん。でも多分入院中ぐらいまではあるんちゃうかな。めっちゃ古そうな記憶っていつまである？ベッドの柵で遊んでた時とか。あれ2歳なってすぐか。これなるかな。こればあちゃんの誕生日。ママの顔とかそれはもう忘れたよな。このアンパンマンのケーキ覚えてる。パパとママの顔は記憶から消えたか。ひじもかも。なんで？これ。なあ。あったよな。なあ。覚えてないな。もう記憶はないか、顔の。何をしてんの？ついついてる。なんでやねん。蚊やから。モスキートやから。モスキートバイツ。蚊に刺され。モスキートバイツ。そんなん言うの？そうやね。英語で。刺されるってバイツやもん、確かに。すげえ。去年6月、響くんが待ちに待った日を迎えました。小学部で最後の運動会です。白組酒井響くん。よーい。さあ、赤白モーニングショーが終わって両親車ほぼ同時に終わりました。ボールタッチです。ボールを確認してジャンプします。位置についてよーい。以前は怖さもあって走ることは苦手でした。今は音を頼りに全速力で走ることができます。両親は6年ですっかり成長した姿を見て誇らしく感じていました。4歳の頃からドラムの教室に通っています。もしあれやったら、椅子このままで、そうそう、ちょっとだけ深く座ったりしよう。見ようかな。ちょっと後ろの方座って。それでしばらくそのフレーズだけを練習してみようか。ちょっと大げさに滑らせると2段目。ドラムの演奏に大切な足や手の動きは先生に直接触れて覚えます。最近では演奏中にアドリブでアレンジを加えることができるまでに腕を上げました。今日も僕の体触ってもらったり、逆に響くの体触ったりしてっていうのでやり取りをすると伝わりやすいんかなとは思ったんで、そういうふうには
勝手になってますね。上達はどうですか？いやもう毎回めちゃくちゃしてますね。まあ一回、レッスンで伝えた内容が次の時にちょっとじゃあ前のをやってみてって言うとパワーアップして帰ってきてるんで、それの繰り返しになってるんで、まあやっぱだからこっちもめちゃくちゃ楽しいですねレッスンは。父の健太郎さんは響くんのドラム演奏を SNS で発信しています。すると2年ほど前から演奏依頼が舞い込むようになりました。去年11月、招かれたのは奈良県で開かれた市民吹奏楽団の演奏会。みんなこっちに座る人、こっちに座る人、ドーンって真ん中にドラムがあって、後ろドラムの後ろに3段階段があって、そこにも大丈夫？舞台の様子がわからない響くんのために母の安子さんはドラムの位置、吹奏楽団の並び方などを説明します。椅子の位置がアイス怖っ。ギリギリや。なんで取る？全体的にもうちょっと前にさ。お願いします。お願いします。よし行くよ。よし、あゆみ、といで。頑張って。こっちから行こう。前から行ここの日は義眼を調整する日です。いや気持ち悪い。なかった気持ち悪い。意外と気持ち悪い。なんからしいです。ずーっと入れっぱやからな。なんかさ、ここがめっちゃして。あ、ペチャペチャすんねんな、まぶたし。なんか痛い、ちょっと。あんま。義眼を取るところを撮影させてもらうのはちょっと気が引けてた。そう気が引けてた。あ、本当ですか。全然大丈夫です。これも全然何とも思ってないし、全然デコにつけて3つ目とかで遊んでるし。やめなさいとか言ってなんか変なそのギャグやめてとか言ってなんか笑われへんしとか言ってて。はい、出ます。どといい感じ。う？まあでも前とそんなに変わりはない。いつも全然楽な感じやから。マイクしてくれるもんね。ママをつける？何を義眼をつけられへんわ。ごめんな、元のがあるからすいません。小学3年生の時、響くんが書いた作文です。全国の小学生が応募したコンクールで入選しました。当時の素直な思いが綴られています。見えない世界、酒井響。僕は
2歳の時に小児がんで目が見えなくなりました。よく人から「見えないってどんな感じ？」と聞かれます。色や家族、友達の顔やアニメのキャラクターはわからないけれど、でも詳しく説明してもらうと、あとは自分の頭の中で想像して体で感じて楽しむことができます。見えないことのいいところは、暗闇でも本が読める。高いところに登っても全然怖くない。海や山などの自然を体で感じられることです。目が見えていても見えていなくても、僕には違いがないと思います。できないことは努力や工夫をして人の倍練習をすればできるようになるからです。僕は4歳の時からドラムを習い始めました。僕は将来プロドラマーとして世界中で演奏するのが夢です。見えない世界もいいものだよ。響くんはこの1年でまた一つできることが増えました。自宅から最寄り駅まで白い杖を使い10分ほどで歩けるようになったのです。そうやな。少ないね。この間もっとな流れとったね。鶴橋から切符環状線で。今年4月から視覚支援学校の中学部に進学します。中学生になったら電車で通うと決めていました。慣れるまでは母安子さんに付き添ってもらいます。この日は通学の練習です。ほら迷い出したで。そんなんいいから。いや分からんねんって。あっち行ってみよう。階段です。ゆっくり上がって。人詰まってるから。ちっちゃい子。そのペースで上がってる。ストップ。分かってた？ごめんごめん。じゃあどこまで行くんか分からんかった。到着。お疲れさん。何分？1時間20分。高校生になるまでに一人で通学するのが今の目標です。卒業式は？卒業式は来週。あ、来週？でも小学校は心配というか不安とかはないの？まあ、行く場所は同じやけど、そんなにめちゃくちゃ不安ではない。楽しみ。まあ。クラウド活動みたいなのってあんの？ある。あるんや。はい、卓球。嘘。6年間通った小学部もあと少し。卒業式のために髪の毛を切りました。お疲れ様でした。お待たせしました。これでさっぱりとさせていただいてます。すいません。卒業式の準備全部できた？一応は、できてる？まあって感じかな。やることは全部終わってない。挨拶は？
挨拶はもう完璧。覚えた？昨日覚えてたもんね。あれを祝う会やから。うんうんうん。それではあれ？それではじゃじゃん。これいいな。楽しみにしていた中学部の制服が届きました。早速制服に袖を通します。やっぱりだいぶ余ってる。うん、いいよ。でかいかな。だいぶ前来て。襟ちゃんとして。ブレじゃない。そうそうそう。だいぶでかいけど。お楽しみ。3年間着なあかんか。制服を着て少し大人びて見える響くん。その姿に母の安子さんは喜びをかみしめていました。あ、いいんじゃない？卒業証書、酒井響。あなたは本校小学部の課程をされ、その業を得たのでこれを称します。平成31年3月8日、大阪府立大阪南視覚支援学校長松村隆。おめでとう。まだ少し冷たい3月の風が僕らの頬をかすめて、今旅立ちの時を教えているね。仲間と過ごした大切な時間、悲しい時、苦しい時もいつもそばで寄り添ってくれたことを僕はずっとずっと忘れない。平成最後の春、僕たちは小学部を卒業します。入学した時の僕たちの身長は 110.8 センチメートル、114.9 センチメートルでした。よく学び、よく笑い、よく食べ、よく運動し、僕たちは大きく成長することができました。それはお父さんとお母さんがいてくれたから。遠い距離を送り迎えしてくれてありがとうございました。中学生になるのは少し不安もありますが、夢と希望を持って新しい道を歩んでいきます。よっしゃ、オッケー、多分取れてる。お疲れさんやな。あ、よう泣いた。よう泣いたわもう。あ、すいません。いや、元気でね、6年間通ってくれたことが本当に嬉しくて、1年生入った時はもう本当に親子ともども不安ばっかりで、どうなるんやろうっていう気持ちばっかりだったんですけれども、
まあ展示とかも全く読めなかったしね、身の回りのこともなできなかったしね。なあ頑固やったしね、融通が利かないね、とにかく負けることが嫌いね。懐かしいな。融通期間からよく泣いてたしな。よく泣いてた。でも泣かんくなったな、ほんまにな。泣かへんな。ね、成長したね。心もね。すべてが成長したな。懐かしい。久しぶりに来た。今年も桜が満開です。この公園で花や虫を触らせ、遊具で遊ばせて、響くんが夢中になれることを探した日々がありました。今では大切な思い出です。今の不安って何なんですか？まあざっくり言えば将来のことになってきますよね。高校卒業してその先進路やっぱりいろんな分岐点に差し掛かる時が絶対来ると思うので、その時にまあもう本人の意思で進んでいったらいいと思うんですけど、その時の道がっていうのはやっぱり親としてはね、不安は常にありますね。ね、ずっと私らがずっとそばにおれるかってそうじゃないし、やっぱり独り立ちしないといけないし。直接自分の目で確かめてみたいもの。ドラム。ああ、そらそうやわな。ドラムな。ほんまやな。見たいもの。何やろうな。怖い。見たいもの。ある？ママの顔。いいね。そらそうやわな。ママの顔か。これまでも平坦な道のりではありませんでした。これからも幾度となく高い壁に立ち向かうことになるかもしれません。だから今家族が心から思うこと、響くんのこれからが彩り豊かで希望に満ちた未来であるように、ただそのことを願っています。誰のこと言ってんのかな。そんな話しながら。